ばんは。さあ始まりましたスチームプリズンスイッチ化決定記念おめでとう生配信ライブでございます。はい、司会は私。あなたが言ったんですよ。俺があなたの帰る場所だって。はい、フィン・ユークレース役の新垣タルスケと。一方的に何かをされるのは好きじゃないから僕もあんたを信じる。はい、ウルリク・フェリエ役の高塚智人です。はい、どうぞよろしくお願いします。はい、始まりましたね。こうなんかね画面が2つあってこうソーシャルディスタンスを守った感じの配信になっておりますけども、よろしくお願いします。お願いします。はい、この配信はですねクラウドファンディングのキャンプファイヤーにて開催されております。スチプリをもっと多くの人に知ってほしいプロジェクトにてストレッチゴールのキャストによるライブ生配信が達成したことを記念して放送することになりました特別生配信番組でございます。皆様もうスチームプリズンをプレイされておりますでしょうか。スチームプリズンをもっと多くの人に知っていただきたいという PR 番組ですので、知り合いでまだ知らない方がいらっしゃいましたらじゃんじゃんシェアしてくださいね。もうぜひぜひお願いします。はい、知らない人でもですねもちろん安心してください。この番組はスチームプリズンとはどういうものなのかを知ってもらうための番組です。分かりやすく説明していきますので最後までお付き合いのほどよろしくお願いいたします。お願いします。はい、ちなみにですね先ほどお伝えしましたクラウドファンディング、これ皆さんご存知ですかね。クラウドファンディングとは寄付や投資とは違い支援金額に応じたリターン返礼品ですね、こちらが用意されているものです。そうなんですよ、はい、ちなみになんですけど、はい、今回の返礼品はこういったものがご用意されております。いっぱいありますね。はい、この他にもねちょっといろいろとあるそうなんですよ。この何ですか一覧に書いてないものがちょっと手元にあるので、これですね。ちょっといいですか、はい、ちょっと広げてみましょうか。これは前回の復刻版になるそうですけれども、はい、こちらですね。ドンドン。なんか顔が見えねえ。もう全部隠れちゃった。もうなんかもうフィンになっちゃった。本当。こういうこれなんつうのブランケット。これブランケットですね。これすごい手触りが良くてね。もしかしたら持ってる方もいらっしゃる。寝る感じだね。持ってらっしゃる方もいらっしゃるという復刻版ですからね。はいはい、こちらがあります。はい、他にもまだあるよ。そうなんですよ。これかな？何それ？これがですね、スイッチのケースになるんですよ。なるほど。はい、これスイッチの保護になるので、すごい機能性もありますし、ちゃんとこれなんですかその街並みがしっかりとデザインされてて、すごいデザイン可愛いんです。すごいね。でこれにステッカーもついてて、自分の好きな場所にキャラクターを貼ることがカスタマイズできると。そうなんですよ。これねちょっと個人的に欲しいっていうね。いいね。はい。あとはこれは紹介されてるのかな。アクリルスタンド。ありますね。これ僕持ってるのはフィン君のやつなんですけどね。こういうアクリルスタンド。これは欲しいですね。他にもこういったものも。これか。はい。クッション。これいいですよね。これサンプルにもございますけど、なんか今まだ試作品だそうで、形とかがもしかしたら変わるかもしれないということでございますね。裏側にもなんかこうしっかりとデザインが。本当だ。そうなんですね。でっかいブローチみたいなのつけたらやめとこう。こういうのとかね。はい。いろいろ返礼品ね。そうなんです。例の品がねありますね。あとは今回の返礼品の中にですね、ハイタッチ会こちらあるんですよね。そうなんですよ。いやこれ楽しみでございますけれどもね。前回はですね、とても多くの方に来ていただいて大変盛り上がりました。ありがとうございます。ご時世ですので開催は来年で、イベントには万全を期すような形でやらせていただきますので、安心してご支援いただけると嬉しいです。よろしくお願いします。はい、ちなみにですね、私のおすすめなんですけども、これザクセン、ザクセンのねボイスですね。はい、これ自分の好きなセリフをねザクセンに吐き捨てていただくとねね声でね聞きたいなと。これもかなり豪華なものになってるんじゃないですかね。はい、こちら楽しみにしたいなというふうに思います。
はい、スチプリのクラウドファンディングのページについてはですね、 YouTube の説明欄に、プロジェクトの URL こちら貼っておりますので、プロジェクトのページをねご覧いただきまして、お気持ちに合わせてぜひご支援いただけたらありがたいなというふうに思います。キャンプファイヤーには専用アプリもありますので、公式サイトも合わせてどうぞご確認ください。よろしくお願いします、はい配信後半の感想お便りコーナーで、リアルタイムで支援していただいた方のお名前やコメントをご紹介できる時間もございますので、そちらもちょっと楽しみにしていただければなとはい思っております。はいというわけでですね、皆さん私たちが出演しているスチームプリズンご存知いらっしゃる方もいると思うんですけども、これがね初めてっていう方もいるかなと思います。はい、ちょっと説明させていただきますと、はい、ドラマティッククリエイトにてプレイステーションビータ版乙女ゲームスチームプリズン7つの美徳がですね2017年10月26日に発売されております。はい、そしてこのビータ版では PC 版から多くの方が望まれていたサブキャラクターのフィン、新垣さんの演じるフィンが、待望の個別ルートとして追加されました。ありがとうございます。これ前回のクラウドファンディングでね、皆様がご支援していただいたおかげで昇格いたしました。メインキャラに皆さんが幸せにしてあげたって感じですよね。そう皆さんが僕を幸せにしましたありがとうございます。こちらねプレイしていただいておりますでしょうか。もしまだの方いらっしゃいましたらね、ぜひぜひフィンのルートもプレイしていただきたいなというふうに思います。では簡単にちょっと説明をさせていただきます。美しき天上の楽園上界と汚れた機械都市下界、2つに分かれた世界で不条理に直面する一人の少女の運命を描いた恋愛ファンタジーアドベンチャー、スチームプリズン。恋を知らない主人公が過酷な巡り合わせに翻弄される中で選ぶ己の道とは。上界と下界に分かれた世界、さらに不条理に直面する少女とはということで、これはなかなかに複雑なね、ストーリーでございます。一筋縄ではいかなそうなねゲームですけれども、恋を知らない主人公が過酷な巡り合わせに翻弄されてどんな道を選ぶのか、今からワクワクしてきますね。もうやったことある人もいらっしゃると思うんですけども、そうですね。もうこれすごいストーリーなのでぜひプレイしていただきたい。スチームプリズンをなんとなく聞いたことがあるよとかね、知っているけれどもプレイしたことがない、そういう方でも大丈夫です。大丈夫です。知ってるよという方にはね復習を兼ねて、そしてスチプリはどういうゲームなのか、こちらの方をですね、知らない方にも映像を交えて楽しく説明していきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。さてまずは手始めにですね、なぜこの2つの世界が生まれたのか、先ほどね、上界と下界というものがあるというふうに説明しましたけども、こちらなぜ2つの世界が生まれたのかというのを我々2人が朗読でご紹介していきます。昔々、人はみんな地上に住んでいました。地上は怖い生き物でいっぱい。一人で暮らすのは大変です。ですからみんなで助け合って仲良く暮らしていました。どうしたらもっといい暮らしができるんだろう。そんな疑問から人はたくさんの発明をしました。ある日、仲間の誰かが大きな建物を作り始めました。塔ですかと尋ねると、その人は違いますと答えました。これはみんなの絆の象徴です。完成したら中に入れてくれるというので楽しみに待っていましたが、その願いが叶うことはありませんでした。突然ゴゴゴゴと地面が大きく揺れました。生き物も家もどんどん流されていきます。あそこに逃げよう。みんなは
あの大きな建物を目指しました。助けてください、入れてください、必死に頼みましたが扉は開きません。建物を作った人たちは知らんぷりをしたのです。洪水のせいでたくさん人がいなくなりました。食べ物も家も全部流されていきました。でも生き残った人もいました。何もかもなくなってしまったけど、彼らは精一杯生きようと思いました。空へ逃げた人たちのことを恨みながら。こうして地上にある見捨てられた人たちが住む下界、その上にある見捨てた人たちが住む上界、2つの世界が生まれたのです。はい、ということで、はいなかなかに重いですね。重い背景ですけどもね、異なる2つの世界があることがこれで分かりましたね。そうなんですよ。スチプリの世界はこんな感じでね、上界と下界が分かれているんですけれども、下界には保護地区という場所もございます。それでは早速ですね、どんなキャラクターがいてどういう場所に住んでいるのかっていうのをね、保護地区の説明と合わせまして紹介していきたいと思います。まずは主人公やフィンがいる、上界からご紹介をお願いいたします。上界は空に浮かぶように建設された人工島で、神官院と呼ばれる政府により人々の暮らしは徹底的に管理され、結婚相手も政府が決定しています。犯罪者を下界へ送ることで平和を保っています。そして上界の中枢にあるのが神官院、司法、立法、行政すべてを担っています。上界で最も崇拝されているユネ石英を頂点とし、貴族を中心とした政治家が国の運営を行っているんですね。こちらすごく綺麗な整然としてますよね。ユネ様の石像や肖像画もございますよ。家を見てもですね、上流階級の人々が住んでいそうな、高そうなお家が並んでます。みんなお金持ちって感じね。そうですね。そんな、上界の一角に住んでいて、貴族の家系に育ったのが主人公のキルスというわけなんですね。では早速主人公を見ていきましょう。ででん、こちらのキルス・ティステラキルス・ティステラなんです。いやー、なんか本当にこう見た目からも分かるような、ちょっとこうキリッと意志が強そうだよね。そうなんですよね。ちゃんとしっかりとしたこう信念を持っていそうな女性、こちらが主人公。こちらがキルスということですね。彼女はですね、正義がテーマですが、まさにそのもの、自分の正義に向かってまっすぐな性格です。そのキルスのパートナーとなるのがフィンですよね。そうなんです。俺はフィン・ユークレース。誕生日は1月19日、22歳です。下級警察官であなたのパートナーです。って言わなくても分かりますよね。すみません。ということで新垣が演じさせていただいたフィンなんですけども、警察官なんだけどね、弱そうなんだよ。しかも若いですよね。そうめちゃめちゃ若い。もうなんか頼りにならなそうな感じするんだけど、でもね、ここ一番っていう時は頑張るから。なるほどなるほど。いや、かっこいいところじゃないですか。そうこう秘めたものをね、胸に秘めた思いはね、ものすごくあるなっていうキャラクターで、これ演じている時もね、それを常にね意識しながら演じさせていただきましたけどもね。では続きまして、忘れてはいけないのが聖人ユネ様でございます。ユネ石英。町の石像やキルスの家にも肖像画が飾られていました。そうなんです。ユネ様はですね、神官院に住んでいて、とってもみんなから崇拝されるというくらいですからね、すごい偉大な方なんです。ちょっと見てみましょう。どうぞ。私はユネ石英。上界で神官を務めている。
誕生日は7月22日。年齢は覚えてない。13年前に私の在任400年記念の祝祭があったから413歳以上であることは間違いないよ。はい。めちゃめちゃおじいちゃん。えもう見た目って感じだよね。413歳以上。いや凄まじいですね。ね、こんなに可愛らしい顔をしているのに。まあその長いね時間をねかけて、上界の人々から崇拝を受けているというそういう人なんですけどもね。はい。はい。ではでは続いていきますよ。はい。次の場所。うん。上階から下階に降りるとまず到着するのが保護地区になります。さっきちょっと出ましたね。はい。ここにはイネスとアダージュが住んでおります。はい。この保護地区なんですけども、下界にありますけども管轄は上界なんですよ。上界の管轄なので、まず下界に、行くとですね、保護地区上界から下界に降りてくると、保護地区というところがまずに到着するんですね。はい。でこれはどういうところかっていうと上界で罪を犯した人々が住む町なんですよ。はい。下界の人々はですね上界の人間を敵視していますので、ね、いくら犯罪者とはいえ上界出身の人間が来るとね、まあ大変なことになってしまうんじゃないかということで、まあ犯罪者とはいえね上界出身の人間をこう守るためにこう高い壁を作って、その下界のね外の世界から隔てて保護をしておりますと。そのため壁で覆われた場所を保護地区というふうに呼んでいるっていうことなんですね。そういう理由があって保護地区って名前がつそういうことなんですね。いてしまったわけですね。こちらの罪人が住むところということで、はい、まさにプリズン。そうです。まあ保護とは言ってますけど、まあ刑務所ですよね。はい。そしてその保護地区を管理しているのが上界の神官院から送られてきましたハウンズという組織があります。はい。彼らはねとても残忍で歯向かう相手に対しては猟犬のごとく執拗につきまといます。ウルリクのストーリーにも出てくると思いますけれども、ハウンズはね結構毛嫌いというか避けてるんですよね。ね、はい。フィンもね、まあやったことある人はわかると思いますけども、嫌な思い出がいろいろあるのでね、はい。好きとは言えないというふうに思います。ちなみにどんなことをされたんですか？いやもうそれはねもう今これ言うとね。いろいろあれなんで言えないですよね。はい、もうプレイしてねぜひねこれは嫌うわっていうふうに分かってもらえると思うんでぜひプレイしていただきたいなというふうに思います。はい、はい。それではですねこのハウンズこちらに所属しているキャラクターを紹介していきたいと思います。はい、まずはイネスですね。はい、こちら紹介していきましょう。自分はイネス・ハインリヒ・ハイネ。誕生日は12月5日。29歳だ。神官院管轄であるハウンズの副リーダーとして保護地区の治安維持に努めている。よろしく頼む。はい。ということで、はい、イネス・ハインリヒ・ハイネ言いづらいイネス・ハインリヒ・ハイネさんですけども、まあ先ほどね嫌われてるって言ったハウンズの中ではね、非常にこうねなんだろう真面目というか。なんかあれ別にそんな悪そうな人じゃないんじゃないみたいなね。確かにそうですよね。はいすごく真面目しかもねすごく優秀そうですしね。なんか副リーダーって言いますけど、リーダーになっても良さそうな素質を持っているのでね、これリーダーでも全然いいと思いますけども、これねハウンズにはですね不動のリーダーがいるのでね副リーダーとして頑張っていただいてるんですよ。この不動のリーダーというのが先ほどちょっと出ましたけども私の大好きなザクセン。はい。出てきた。俺はザクセン・ブランデンブルク。下界の保護地区を管理しているハウンズのリーダーを務めている。俺自身が法だ。逆らう者は容赦せん。めちゃくちゃ悪そう。そうだからねハウンズ嫌われてるっていうかザクセンが嫌われてるんじゃないかなと思うんですけどね。攻略キャラクターではないのにザクセンまでこう紹介してくれるんですね。はい。まあね人気が高いキャラクターですし。なるほど。ね。こういったねキャラクターっていうのは人気が出やすいんですよ。嫌なやつなのにね人気が出る悔しい。いやこのキャラ攻略をしたいって方もね結構やっぱいるんじゃないかなって。ま
これだけねこうなんていうの高圧的に来たやつにはさ、告白されてみたい好きですって言わせてやりたいみたいなね、そうですね。そういう気持ちを持ってる方もいらっしゃるかと思うんですけども、はい。はい、まあザクセンもねサブキャラクターという位置づけではあるんですけども、スチプリのストーリーにおけるキーマンですよね。ぜひ彼のことも触れておこうかと思って今回ちょっと紹介させていただきました。なるほど。はい、彼も含めてスチプリの魅力と言っておきましょう。そうですね。はい。じゃあ次行きましょうかね。次はアダージュですね。出ますか、ドン。アダージュ、11月11日生まれ、年齢は26、職業は一応医者だな。俺が治せる病気なら治してやる。治せないものは諦めてくれ。うわ、辛辣。おいおい、助けてくださいよ先お医生。者さん。ある意味なんか名医っていう感じがします。まあそうね、だから治せるものの範囲が広いってことですね、きっとね。そういうことですね。そういう風に捉えておきたいなと思いますけど、まあ現実的ですよね。リアリストというかね。そうですね。年齢が26歳ってことで主人公と8歳差ってことになるんですね。だけどまあ優秀なお医者さんということで、保護地区の外れにある診療所にいらっしゃるお医者さんということなんですね。はい。彼とはねあまり接点が合わなかったので、確か保護地区の外にある診療所にいるお医者さんって。そうか、ごめん、保護地区の外だね。外ですね。外にある診療所、ね、そういうお医者様ですけども、まあ彼のテーマはですね、節制、書いてありますね。キャラクターテーマ、節制。節約するんですね、結構可愛いな。彼は、助ける命は助けるが助からない命は助けないね。これ節制になるのかな。そういう意味での節制なのか。必要な分は買うとかそういうのとまあ同列に並んでる感じしますけどもね。やっぱ命を扱ってるだけね。まあですから、全力は尽くすけども、助けられないものは諦めてくれよっていうね、現実的なお医者さんということでした。はい。はい。じゃあ最後はですね、ウルリクの住んでる下界、保護地区の外側にある下界のことをちょっと紹介していきたいと思います。はい。では下界は僕から説明させていただきます。はい。下界は大洪水後、奇跡的に生き残った人々が一生懸命築き上げた世界です。彼らに国や政府の概念はなく、各地域の有力者が土地を支配する形で自警しています。特徴としては上界とは異なった独自の機械文明が発達しています。はい。ということで下界の今映像出てますけども、あちこちで蒸気の煙がね立ち込めておりまして、これはスチームパンクっていう世界観ですか。いや、こういうね、歯車と蒸気みたいなね、ツボな人結構いるんじゃないかな。これ好きな人多いんじゃないですかね。まあこのスチームパンクな世界にある刑務所、スチームプリズンっていうことですかね。はい。そして保護地区に隣接している地域がリベラリタス地区、バーレンティン銀行が統治する下界の地区名称となっております。はい。バーレンティンっていうのはエルトクリードのこれ名字姓ですよね。はい。その通りでございます。エルト、そうですね。彼がこのリベラリタス地区の代表を務めております。はい。ちなみに左上に今ね映っているものがエルトの屋敷にあります。これね、下界だよねこれ。今下界なんですよ。なんかすごいね、上界っぽい屋敷だね。そうなんですよ。エルトは下界では珍しい上界かぶれということで、そのねエルトを早速紹介していきましょう。はい、お願いします。俺はエルトクリード・バーレンティン。年は25で6月21日生まれ。弱敗ではありますが、代々継いでいるバーレンティン銀行の頭取を務めています。あとリベラリタス地区の代表も。どうぞお見知りおきください。はい。いやー、そうなんか数日予想。数日予想ですよね。なんかちょっとあとこの読めなさそうな。そうね。見た目をしているという。何考えてるのかちょっとわからないね。そうなんですよ。この男とはねウルリクかなり接点があるので。そうなんだね。ぜひぜひ知っていただきたいんですけれども、エルトのテーマは休日。休術。はい、休術ですね。ごめんなさい。休術。休術ね。困ってる人を救うっていう意味が
ございます。なるほどね。そうなんですよ。だから困っている人などを救い、恵んだりもしているという。そういうことね。そうなんですはあはあ、まあ彼は一見華やかに見えますけども、はい、きっとねそうやって救うっていうところでね苦労も絶えないんじゃないかなというふうに思います。はい、そのあたりはですね、まあ彼もこれだけの男ではないっていうのをね、うん本編を楽しんでもらいたいと思います。はい。それでは最後に私の演じているウルリクを紹介いたします。お、来た。僕はウルリク・フェリア。3月29日生まれで18歳。職業は情報屋。個人的に仲良くするってのはなしだけど、調べてほしいことがあったら言ってみて、気が向いたら請け負ってやるよ。はい。はい、すごい可愛らしい感じなんだけど、はいもう自己紹介で突き放されてるね。そうなんですよ。なんかちょっと遠慮のない言葉遣いというかね。まあちょっと口は悪いんですけれども、まあうんこれがザ・ツンデレというものになる。だって紹介のさこの絵のさ右側にさ、誰がそんなこと望むかよバーカバーカってすごいよね。いやこれそうなんですよ。年齢的には、うん主人公のキルスと同じ年齢になるんですけど、うんまあちょっとねこう出身とか家柄のこともあって、なるほどまあこういったねちょっと年齢に似つかないというか。まあでもこのツンデレがいいよっていうそうなんですよ。ことなんだね。はいということで魅力的なキャラクターばっかりでしたけども、はい主要人物これで全部ほとんどかなそうですね紹介できましたね。はいどうでしょうか皆さん気になるキャラクターはおりましたでしょうか。どうですか。はいさて、そろそろ世界観やキャラクターたちが理解できたかなと思いますので、ここでビータ版ではありますけどねオープニング映像ちょっと見ていただきたいと思います。嬉しい。そして君の物語が幕を開ける。世界はほのかに赤い光を帯びる。君の選ぶ道が険しくても僕がついているよそう誓ったんだ。さあ僕の手を取って二人翼になってどこまでもどこまでも続く大空を一線ぶらりげな彼方を目指す鳥のように風に捧ぐよサンガルプラにこの先に何があったとしても一線ぶらりげな一律に並ぶ明日のようにきっと揺らがないものとそう思っていたんだ。君の声君の輪郭君の仕草君の熱全て全てここにあるとはいいやかっこいい。素晴らしいクオリティのオープニングだと私は思います。もうこれから始まるストーリーがねどんなものかワクワクしちゃうよういやなね。すごい引き込まれるんですよね。はい、オープニングムービーでしたけども、しかもねこれ前回のクラウドファンディングで、見事ストレッチゴールを達成しましてねオープニング楽曲を我々メインキャスト6名でそうなんですよ。歌わせていただきましもたう。支援してくださった皆様が作ったと言っても正直過言ではないぐらいの。本当にありがとうございます。ありがとうございます。なんかちょっともうこう結構前のことだから懐かしいなと思いながらね、そうなんですよね見ましたけども。いやでも僕個人的にもこの曲大好きで、うん結構プライベートでもこれかっこいいよね。口ずさんじゃったりしてるんですよ。そういい曲ですね。そうなんかなんだろうな外国のさ男性ボーカルグループとかあるじゃん、ええそんな感じのイメージの曲だなと思って、確かにすごくねかっこよかったなというふうな思い出があります。しかもですよ、うん今回もうんストレッチゴールでうオープニングが歌える設定がございます。おおぜひですねまたスイッチで、新しくオープニング楽曲をねこの6人で歌えたら歌いたいですいいなと思ってねおりますじゃあちょっとですねここで、ストレッチゴール見てみましょうか。出ますか、どうぞ。はい、うわもうね初めのだから目標は100万円
っていうところから来て、今もう300万円のところまですごいご支援いただいているということで、本当ありがとうございます。ありがとうございもうます皆さんのねこのご支援があって、いろいろこうキャラクターとしても深みが出せますし、そうなんですよゲームの中身もね豪華になってるんじゃないかなというふうに思います。はい、はい、まあそうですねね、これちょっと見ていきますと、はい、いろいろと今もうすぐこう、んキャラクターソングの、6人分あったりとか、おキャラクターソングのそれぞれってことね。そうなんですよ。あー6キャラ分っていうのがあって、うわすごい。キャスト座談会 DVD、あ、そして先ほども言った6人での主題歌と達成したら、まあなるほどとんでもないことに、ね、もう本当に楽しみなことがたくさんありますけども、はいはい、皆様のご支援をねぜひお願いしたいなとお願いいたしますいうふうに思います。はい、ここでですね、ヒューネックスから、クラウドファンディングの支援者様へサプライズ情報がございます。はいはい、なんと支援総額が1万円以上の支援者様全員に限定クリアファイルをプレゼントいたします。やだ。そうなんですよ。はいしかもそのはいサンプルがこれですね。こちらにございます。はいズドゥン。ズズン。あ、なんか顔がクリアファイル。あ、違う違う違う。クリアファイルマンみたいになってますから。はい、クリアファイルマン。はい、こんなんですね。はい。こんなんですよ。これ今回のね、プロジェクトで新規書き下ろしされたイラストに SD イラストになります。はい。それが前面に描かれたね、まあねバックの背景にもなってますけど。そうですね。キルスを真ん中にはい。ね、各キャラクターが可愛くね SD 化されてて、そうなんですよ。ザクセンですらちょっと可愛く見えてくるというね。本当だ SD にね。なったことによって。ね、本当にこうだったらいいのにな本編も。はい、ということでこちら、サプライズ1万円以上ご支援いただいた方に、はいプレゼントさせていただきますので楽しみにしていただきたいなというふうに思います。またですね、すでに1万円以上支援していらっしゃる方ね、でお得な情報ではあるんですけども、ちょっとねこのクリアファイル、これもねすごい嬉しいことだとは思うんですけども、ちょっとねほらよくテレビのさ通販番組とかでさ、は今買うと衣装ケースが3つついてきますみたいなのあるじゃない。ありますね。ちょっと物足りなさを感じる方もねいらっしゃるんじゃないかなとなるほど。ねいうことでですね、スタッフの方いらっしゃいますかね、ヒューネックスさんの方にね、もっとね、高額な支援者さんもいらっしゃると思いますのでね、衣装ケースじゃなくていいなんかねなんか他にもつかないかなとそういうふうに思いますんで、これどうしましょうね、なんとかならないもんですかね。はい。ちょっと渋い顔してますけど。例えばね、なんかちょっと1万円以上、そうですねどれぐらいにする？3万円ぐらい。そう3万円ぐらい。結構まあう支援された方にんグッズをつけるとか。ね。はいどうでしょう。はいはいいきなり無茶ぶりですみませんね。衣装ケースでもいいですよ。豪華すぎます。はい、ちょっとね、検討されるということで、ありがとうございます。ぜひこの配信中に、検討していただいてよろしくお願いします。お願いいたします。はい。それではここで少しインフォメーションがございます。はい。番組冒頭でもお伝えしましたが、本日の配信後半の感想&お便りコーナーにてリアルタイムに支援された方のお名前とコメントを読み上げられる時間がございますので、ぜひこの時間にクラウドファンディングもご利用いただけると嬉しいです。何卒よろしくお願いします。はい、それではですね、続きまして、先ほどオープニングも見ていただきましたけども、実際のゲーム画面っていうのがどんな感じなのかっていうのをちょっとね見ていただきたいなと思います。確かに。はい、今ここにねビータ版の、ソフトが入った、ビータ実機がありますのでね、ちょっとこちらをね僕が操作して、見ていきたいと思います。ネタバレは嫌だっていう人は一回ちょっと目を伏せていただいてね。そうだね。はい。ちょっとね、ちらっと見せますんでね。はい、いきますよ。こちら、このシーンだけちょっと再生してみます。はい、よろしくお願いします。じゃあ皆さん見てみてください。どうぞ。キルス、こうされるのは嫌ですか？いきなりそんな。いきなり結構。なんかこのキルス目線ですね。これ見てくださってる皆様はどんな感じかな。お父さんを思い出してます？
ドキドキするよね。ドキドキでしょうドキドキするよね。じゃあドドキキドキドキですする選びます。はい。ドキ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 後ろ。変な感じっていうだって恋を知らないですからね。キルスね。どうしてですか？あ、フィンの方がね。言っておきながらすぐ動揺しちゃどうしてでしょうね。う。かわい焦るってそれ。い。いや今はこれで十分です。はい、これくらいでは少しも俺の気持ちは伝わらない、伝えられない。でも強制はしたくありません。俺は第一にあなたの幸せを願っています。理解してくれるというのなら、あなたのペースでいくらでも時間をかけてください。いつまでも待ちますから。はい。ちょっとキルスもポッと赤くなってるね。そうですね。いやなんかこうキルスのそばにいたフィンだからこそそうね。こはい。ういつまでも待ちますからっていう言葉にね説得力がありますね。見ていただきましたけど、だってこうギュッとしたところから肩に手を置くってね。なんか切ないわ。いやそうなんですよね。キルス気づけ。本当。いやフィンの攻め方すごいいいな。はい、そんな感じのシーン見ていただきました。はい、続きましてね、今フィン見ていただきましたけども、ウルリクのシーンも見ていきたいと思います。わかりました。ではでははいちょっと再生させていただきます。ここかな。ポチッとな。こちらですね。いやこれいいシーンだ。いきます。はい。質問攻めは困るから最初だけ一緒に読んでやる。ほらこっち。あ、近い。あそうだな。一般的に言われてるのはこの文字の違い。上階では大文字を使うらしいけど、下階では小文字を使うのが普通なんだ。書きやすいから。なんか泣きそうになってきた。それでこっちは心の声ですね。キルス。この時ウルリクはもうあれだもんね。もうこの本に集中してるもんね。そうなんですよ。でもキルスはあのさ、話聞いてる？そうか、いつもと雰囲気が違うからそうドキドキしちゃうんだよね。あれっていうこう新たな一面に気づいてしまう。聞いてない。聞いてないんかい。もうそこ。素直に謝ったらいいってもんじゃないからな。もう一回説明すると、ざっとこんなもんだ。今言ったことを半分くらい理解できればその本は読めると思う。まあ頑張ってよ。はい。はい。おお、なんだかウルリク賢いね。そうですね。ねウルリクはこう本とかもしっかり読めるうん。なんですけども。そうなんだ。いやー性格がちょっとなんかその自分が知りたいものとかへの興味が勝つと性格が変わるね。なんかそのキルス自身も初めてこうちょっとウルリクの新たな一面というか、うんそういったものに気づいて、うまあ恋っていう意識はまだしてないんですけど、んあれっていうこうんうずっとこうなんですかお互い言い合っていたような間だったので、なるほど。こんな一面もあるんだっていうところに気づいなるほどねた結構大事なシーンに。はい。はいいシーンでした。そうなんですよ。はい最後にですね、うんちょっとだけスチプリのキーキャラであるザクセンのシーンを見てみませんか。あ、いきますか。はい、じゃあこれ僕がじゃあ操作しますね。お願いします。
じゃあいきますよ。ザクセン。はい。これはまただいぶ違ったシーンですね。ちょっと緊迫したシーンですね。クッから始まりました。おっと怪我してるぞ。木内のとこだ。見た目と大したことないな。男の剣を受け止めてますよ。すごいす力。ごい力です。警察官殿の規定通りの剣術ほどつまらないものはない。罪人相手の方がまだマシだ。警察官相手でも剣振るっちゃうんだもんね。ね、すごいよね。あいつは逃げて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 逃げるしかない。どこまでも追いかけて捕まえ、そして殺す。怖っ。もうハウンズに敵ですよ。逆らう者はハウンズの方で裁かれる。どのような形で殺す自由。これ上階下階関係ないんだね。ハウンズに逆らう者は殺す。そうなんですよね。っていうことだね男に関しては。怖いわ。お前の相手をする。ずっと楽しいぞ。なんだと。うわ、すごい。強いね、キルス。そうなんですよね。怒っちゃった。この男を怒らしたらやばいですから。お、ここで終わりだ。そうですね。これ気になるね。これ大丈夫だったのかな、キルス。この後の展開どうなったのかっていうのもすごい気になると思いますっていうかハウンズのリーダーザクセンですけども、女性相手また上階の人間相手にもね平気で剣を振るっていうねすごいやつですけどもね、それちょっと見ていただきました。ありがとうございます。はい、まあこういったなんかかなり激しめのシーンとかもね、ある。そうですね。スチプリの魅力なんじゃないかな甘いシーンもあればこういうね激しいはいアクションなシーンもあるということで、楽しんでいただきたいなというふうに思います。はいはい、ということで、実際のゲームの画面ね見ていただきましたところで、次のコーナーへ行きたいと思います。はい、続きましては、感想&お便りコーナーでございます。この2つのコーナーではですね、冒頭でお話しした通りこの時間を使ってクラウド支援していただいた方の表示をですねリアルタイムでしていきたいなというふうに思います。はい、今これ画面はどうなってるのかな。これ多分皆さんの画面では頭上にバーが出ているのかな。出ているこの辺にのかな、この辺ね。はいはい、はい。これが目標金額に対しての支援率がリアルタイムで反映されるということでまさにございます。今の支援率ってことですね。そうですね。はい、このバーがですね、表示されているタイミングでクラウドファンディングからご支援いただけましたら、お名前とコメントこれリアルタイムに表示されますということで、音でも知らせてくれるようです。こういう今聞こえましたね。こういう音が、流れますので、こちらの方でねできる限りご紹介していきたいなというふうに思います。はい、ぜひこの機会に支援していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。画面の方ではですね YouTube の方のコメントも、紹介というか見えていますのでね、本当にありがとうございます。皆さんの、コメント見えてます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、注意点が、ありますのでちょっとこちらもご紹介させていただきますね。はい。はい、支援された方がリアルタイムで表示されるのはクレジットカード、キャリア決済、ペイパルでお支払いいただいた場合のみとなっております。コンビニ払い、銀行振込は支払い決済がシステム上確認完了した時点で表示されるものなのでどうしてもねタイムラグが出てしまいます。十分お気をつけください。またそれぞれのお支払いの方法は、使用できる額や審査に限りがありますのでこちらお気をつけください。はい。はい。ですね、今いただいた情報なんですが、はい、先ほど、ヒューネックスさんに無茶ぶりをしたお願い事が、衣装ケースの件ですか？
いや衣装ケースかどうかちょっとわかんないんですけど、はいはい、OK をいただきました。ありがとうごありがとうざいます。ございます。はい、こちらがですね3万円以上の方にはさらに豪華なプレゼントを用意してくださるそうでございます。はい、プレゼント内容は後日発表していただけるとのことなので、公式情報をよくご覧くださいとのことです。これ楽しみですね。ありがとうございます。ありがとうございます。無茶ぶり等身大フィギュアとかですかね。本当に衣装ケースなことはないと思いますので、そうですね、何か豪華なプレゼントを用意してくれると思いますので、こちらね公式情報をねチェックしていただけますでしょうか。よろしくお願いします。お願いします。はい。ということで、プレゼントもついてくるということで、ご興味ある方はぜひぜひこの機会を逃さずご支援の方よろしくお願いいたします。はい。はい。ではですね、今、キャンプファイヤーの方にも、ご支援の、コメントとか来てますけども、メールやツイッターでもね、いろいろいただいておりますので、はい、こちら高塚くんの方からちょっとご紹介していただいていいですか。はい、では読ませていただきます。はい、お名前鶴さんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。スイッチ化おめでとうございます。ありがとうございます。前回のクラウドファンディングでスチプリにハマったのですが、今回の移植はとても嬉しいです。このお便りを書いている頃はキャラソン制作の目標達成まであと少しというところですが、無事達成したらお二人が演じられたキャラのどのような点を曲にしてほしいですか。ああ、なるほど。なるほど。どのような点か。自分のそうですよね、キャラクターごとの、今回は音楽にもしなるとしたら作られるわけですけど、そうね、もうフィンの場合はさっきちょっとね自分のキャラの紹介のところで言いましたけど、内に秘めた思いが全部こもってたらね、なるほど、フィンっぽいなとは思いますけどね。確かにそうですよね。やっぱりキャラクターソングなので、そのキャラクターを知った上で聞くと、さらにこう深みが出るような、そのキャラの本質を描いたような、キャラを知った上で聞いていただくっていう形になると思うんですよ。やっぱゲームをね、そうですよね。していただいてね。なのでね、そういう部分、そうですね。キャラクター掘り下げた曲になったらいいなと思います。そんな感じですね。はい。まだまだありますか？まだまだありますが、読んでもよろしいでしょうか。はい。新垣さん、高塚さん、こんばんは。こんばんは。スチプリ、スイッチ移植おめでとうございます。ありがとうございます。私は友人がプレイしているのをきっかけに1ヶ月ほど前にビータ版をプレイしたばかりの新参者です。ありがとうございます。ありがとうございます。プレイ中フィンの個別ルートがないと聞いていた PC 版は地獄かと思ったり、初めて見た時からビジュアルが好きだったウルリクの全てにもだえながらゲームをプレイしているのが、もだえながらゲームをプレイするのが遅い私が、とても早く全員クリアしたことが昨日のことのようです。ちょっといいですか？すみません、今ねありましたね。キャンプファイヤーの方にありましたけど、これね消えちゃうんでね、今のうちにご紹介しますね。はい、お願いします。みーちゃんさんからいただきました。コメントが消えちゃった。ありがとうございます。ありがとうございます。みーちゃんさん、ありがとうございます。あとですね、みゆ17さん。みゆ17さん、なんか英語になっちゃうんですよね。楽しみにしています。スチプリ大好きっていうことで、はい、ありがとうございます。すみませんね、メールの途中で。とんでもないです。はい、ではですね、昨日のことのようです。ということで、つまりそれぐらい一気にはまってしまったっていうことですね。今では寝る前にウルリクのエンドやボイスを聞かないと眠れないほどウルリクが大好きなのですが、高塚さんにお願いです。特に好きなウルリクのセリフ、バカ、本当バカをぜひ言っていただけないでしょうか。生バカだ。質問ではなく申し訳ありません。スチプリ大好きです。これからも応援しています。じゃあこれはいいかな、お願いしても。はい、じゃあいきますんで聞いてください。どうぞ。寝る前に声聞いてるとか、バカ、ほんとバカ。いや、これは録画しました。ちゃんとね、携帯とかで録画しました。すごいお宝映像ですよ、今のは。ウルリクはバカって言っときながら、実は心でって感じですね。本当にこれからもね、応援よろしくお願いします。はい、まだまだメールありますのでね、紹介していただきたいんですけども、キャンプファイヤーの方がね、ワイ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 てん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 さん、これどういうワイ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 さん、バグったわけじゃないです。
そうそうそう、あとはですね、水木さんからもいただきました。生配信ありがとうございました。スチプリの展開がこれからも続いていくのがとても嬉しいです。スイッチ、消えちゃった。衣装ケース楽しみです。衣装ケースじゃないから。水木さんありがとうございますありがとうございます。メールをね紹介していただきながら、ちょっと途中で割り込みしちゃうかもしれないですけど、はいすぐ消えちゃうんでね、紹介していただきながらメールも紹介していきたいと思います。じゃあ続きのやつもお願いしていいですか。はい、はい。新垣さん、高塚さん、こんばんは。こんばんこんばんは。は。スイッチ移植決定おめでとうございます。ありがとうございます。私はいわゆる乙女ゲームで初めてプレイしたのがスチプリビータ版でした。嬉しいありがとうご。ざいます。すごいね。1周目、記念すべき乙女ゲーム初プレイでたどり着いたのは、帰るべき場所。お、エルトルートでフィン君が、あれしたやつね。キルスを、はいするエンド。噂には聞いていましたが、はい初っ端からフィン君をさせてしまい、フィン君ごめんと思ったことを覚えています。あら、そうですか。初めてがあれだったか。今ね、キャンプファイヤーの起きましたよ。はいかさね8388さんから生放送配信おめでとうございます。キャラソンまで届きますように。消えた。読めた。はい。かさねさんありがとうございます。ありがとうございますはい。はい、続いてですね、お二人は初めてスチプリの台本を読まれた時どんな感想を抱かれましたか、また新垣さんには追加制作されたフィンルートを初めて読まれた時の感想もぜひ伺いたいです。なるほどね。はい、まあフィンはPC 版の方ではね、はいまたいただきましたよ。レムネさんレムネさんから、気軽にできるスイッチ版嬉しいです。いつかそうだね続編が出たらもっと嬉しいです。消えちゃった。レムネさん、ありがとうございます。ありがとうございます。いっその通りですぱい来てるよ。嬉しいミクニャンコさんからミクニャンコさんビータ版プレイ済みですがクリア後の余韻がずっと残る。読めない。消えちゃった。早いですね、はい、ちょっと消えるのがね早いんでね。でもありがとうございますね。ありがとうございます。はい、ミク0720さんからスイッチ化おめでとうございます。バーレンティン銀行で働きたいということで、わあ、就職ミクさんいい頑張っっすね。てください。はい、ということでね、フィンルートなんですけどもね、PC 版にはなかったんで、PC 版ではいろんなところでね、もうあれがあれしてもうかなりな感じだったんですよね。はい、それがね、救われたなっていう救いが一つできただけでもね、本当にありがたいなということで、プレイしてくださった方もね、PC 版やったことある人はね、もう一緒に救われたんじゃないかなとそうですねはい思います。はい地獄かってさっきもおっしゃってましたからね。はい、まだまだかけだまさんから応援してます。頑張ってください。ありがとうございます。まだまだかけだまさんありがとうございます。はいじゃあ僕メールの方も次そうですね。行きましょうかはい。はい僕台本読まれた時、とにかく分厚くて焦りました。初めての乙女ゲームの収録だったので、キャラクターの感想というかその分量の多さにビビったのを覚えています。確かにね。そうなんですよ。はい。では続いてメール、あかりーなさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます高塚さん、新垣さん、こんばんは。こんばんは。スイッチ版の移植版決定、おめでとうございます。ありがとうございますありがとうございます。クラウドファンディングも、支援させていただきまして、ハイタッチ会にも参加予定なので非常に楽しみです。ありがとうございます。お二人に質問なのですが、ご自身とご自身が演じられるキャラクターに似てる部分などがあったら教えていただきたいです。キャラソン制作まで支援がもう少しですね。引き続きスチームプリズンを応援しておりますとありがとういうことで。ございます。似てる部分。ありますか？ある？僕はですね、なんだろう。僕がそれこそもっと中学生、小学生ぐらいまで下がるかな、ぐらいの時に、なんかちょっとこう抱いていたような気持ちをなんかウルリクが持っていて、なんか今見ると可愛らしいなっていう感じで、なんか今こう似てるっていうよりは過去の自分にちょっと似てる部分がなるほどね。あるみたいな、その素直になれない部分だったりとか、みんな通る道かもしれないんですけど、そうですね。フィンと似てる部分をね言おうとするとね、いろいろあれなんですよ。なるほど。あれになってしまうわけですね。似ちゃいけない部分がたくさんあるんじゃないかなと僕はね個人的には思うんですけども、一つ挙げるとしたらもう月並みですけども真面目。おお、なるほど。真面目です。一番大事でね、真面目なところは似てるというふうに自分の保身のためにも言っておきたい。僕も真面目なんですよ。なるほどなるほど。はい、フィンに関してはねそんな感じかなと思います。ありがとうございます。はい。ではメールメールまだまだ大丈夫ですよ。メールはいはい紹介していきましょうか。では読ませていただきます。かもめ町さんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。スイッチ移植化おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。フィン役とウルリク役を務めたお二人に聞きたいのですが、二人の役のキャラクターの一番好きなところ、ここはちょっとなと思うところをそれぞれ聞いてみたいです。なるほど。まあそうですね。ウルリクに関しては一番好きなところはやっぱりその子供っ
ぽいんですけど、まあ博識であったり、そこのギャップがね、そうなんですよ。やっぱり困った時になんかこう突き放しながらも、やっぱりこうどこか手を差し伸べてくれるみたいな、なんか頼れる、あんな子なんですけど、すごい頼れる部分がある。そういったところが僕ウルリック好きで。お、ちょっと待ってください。はい、370202さんからいただきました。370202生放送では朗読があって嬉しかったです。スチプリ応援してますということでありがとうございます。ありがとうございます。ごめんね、ちょっと割り込んで。とんでもないです。はい。ここはちょっとなと思うところは、まあ素直になれよって言ってあげたいです。そこだけです。はい。フィンはですね、素直なんです。素直なんですね。素直になれよって言ったでしょ。フィンは素直なんです。素直。はい。そこ好きですよ。でもね、素直すぎるんです。これはね、ゲームやったことある人は、ああそうねって思うと思うんですけど、素直すぎてあらぬ方向に行ってしまいますんでね。うちに秘めたものにね、うちに秘めたものにね、すごく素直に行動してしまうのでね、まあいろいろありますわ。ということで、いや気になりますね。ね、もうちょっとなかなか全部は言えないんですけどね。はい、そんな感じで、ですね、今、この時間で、支援していただきまして、現在の総支援額を今ちょっと出していただきました。1、10、100、1000万。おお、すごい。金額言います。445万2000円ということで、ありがとうございます。たくさんご支援いただきまして、残りね、4万8000円でキャラソン制作に到達するということで、いやもうそんな中にも来てますね。ミクO00さんかな、応援しています。キャラソン制作できますようにということで、また一歩近づきました。本当にありがとうございます。もう本当直接的なね応援でもって、一つ一つ我々のね目標が達成できているのが目に見えて今分かって、本当にありがたいなというふうに思っております。はい、まあちょっとね紹介しきれてないメッセージとかもねあるんですけども、こちらで全部見えてます。本当に、ご支援いただきましてありがとうございます。また YouTube でご覧いただいている方もね、いろいろキャラソンあと少しとかね、キャラソンに来そうとかね、乙女ゲームはそうですね、笑いこれ何の会話の時なんだろうなあのエンドは衝撃的でしたとかね、いろいろ YouTube の方にもねコメントいただいています。すべて紹介はできないんですけども、本当にコメントありがとうございます。ありがとうございました。これで感想とお便りコーナー以上となります。ありがとうございました。はい、また、これをもちましてですね、クラウドファンディングからのリアルタイム表示、こちらも終了となります。本当にたくさんのご支援ありがとうございました。ありがとうございました。はい。といったところで、はい、あっという間ではありましたが、そろそろお別れのお時間となってしまいました。あら、そうですか。はい。最後になんですけれども、今回生配信としてスチームプリズンをご紹介していきましたが、新垣さんいかがだったでしょうか。限られた時間の中ではあったんですけども、駆け足のね紹介にはなったんだけども、声だとかね、ゲーム画面とか。あとはグッズも紹介できましたし、いろいろスチプリのね魅力はお伝えできたんじゃないかなというふうに思います。私たちもねこうやって、語り合いながらね、スチプリここいいよねとか面白いよねみたいな話ができてね楽しかったなと思います。本当にありがとうございました。はい、ありがとうございます。どうですか。そうですね。なんか僕自身先ほども言ったんですけど、こういった乙女ゲームっていうこういったゲームの初出演になったので、すごい個人的にも思い入れがあって、でウルリクで分量の台本をいただいたってことも確か初めてだったので、かなり汗だくになって収録っていうのを毎回結構分けるんですけど、すごいこう本当にかなりこう自分の中で体力を削って命削って演じたキャラクターになるので、ぜひぜひね他にも魅力的なキャラクターたくさんいますが、そういった魅力的なキャラクターが登場するこのスチームプリズン、世界観も本当最高にいいんで、ぜひぜひねこれをきっかけにプレイしていただけたら嬉しいなと、たくさんの人にプレイしていただきたいですね。思います。そしてですね、今入った情報によりますと、残りあといくらっていうふうに言ってたキャラソン達成しました。おめでとうございます。嬉しい。本当にありがとうございます。
いや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 、ありがとうございますもうね、あとちょっとっていうところでね、来てましたのでね、はいそこをね本当にこの番組内でね、皆さんのおかげで達成することができました。本当に本当にありがとうございます。もう心を込めてね歌わせていただきたいそうなとですね。いうふうに思います。ありがとうございました。はい、ということで本当に最後になります。はい。最後に告知をさせていただき終わりとなります。はい、本日はクラウドファンディング中の配信ということで、たくさんのご支援をありがとうございました。クラウドファンディングは7月31日まで開催していますので、今日初めて知った方もまだ間に合います。多くの人に知ってもらいたいので、ぜひこの後にでもスチプリの公式ページやクラウドファンディングのサイトもご覧ください。はい、そしてまだスチームプリズンをプレイされていない、興味があるけどまだできてないよっていう方はぜひですね、スイッチ版が発売されたら、これを機に購入してプレイしていただけると嬉しいです。スイッチ版にしかない追加の要素だったりも、盛り込まれるそうなので、もうすでにプレイしているよっていう方もぜひ新しくなるスイッチ版を購入していただき、もう一度スチプリの世界に浸って、あの時攻略していなかったあのキャラのルート行ってみようかなっていう遊びもちょっとね、いいですね。そういうのねぜひぜひこれを機にやっていただけたらいいなと思っておりまはいす。発売時期はですね、もう少し後になってしまうんですけども、決定し次第、公式ホームページやツイッターで告知をさせていただきますので、ブックマークやフォローしていただけると嬉しいです。お願いします。また今回配信したヒューネックスチャンネルの、チャンネル会員登録もぜひよろしくお願いいたします。はい、ということでお送りしてまいりました生配信ですけども、皆様スイッチ版の発売まで一緒にスチプリ盛り上げていきましょう。また会える日を楽しみにしております。さようなら。さようなら。ありがとう。ありがとうございます。